はい、というわけで皆さんどうもこんにちは、オックスアートです。今回のパパママカメラ教室第5回目は写真や動画の色味についてのお話になります。でカメラをね始めたばかりの人は、自分で撮った写真とおしゃれなインスタの写真とか、あとは雑誌の写真とかをね見比べて、なんかちょっと雰囲気違うなっていう風に感じたことあるんじゃないかなと思うんですけど、それもそのはずでね、人気のカメラマンさんやクリエイターの方の写真や動画っていうのは、ほぼ 100% 撮影後にパソコンでその色っていうのを調整して仕上げられてます。カメラは何も設定しなければ人間の目で見たままの色っていうのを忠実に残してくれるんですけど、でも逆に言えば普通すぎてね、ちょっとそれだと作品感っていうのは出にくいんですよ。でそこでおすすめしたいのがニコンのね比較的新しい Z シリーズに搭載されているフレキシブルカラーピクチャーコントロールになります。これは撮影の段階から自分の色味をもう自分好みにね設定できる機能で、これを使えばね本当一気に写真や動画の雰囲気がおしゃれになって、撮影がね本当もっともっと楽しくなるんじゃないかなと思います。今日はこの機能を紹介しながら一体ねどんなシチュエーションでどんな色味を選ぶといいのかっていうのを作例をね交えながら解説していきたいなというふうに思います。じゃあまずフレキシブルカラーピクチャーコントロールって何っていうところからなんですけど、ニコンのカメラにはもともとピクチャーコントロールっていう機能があって、スタンダードとか、ビビットとかモノクロームなど撮影時にね色味を選べる仕組みになってるんですけれども、フレキシブルカラーピクチャーコントロールはそれをさらに進化させたものになります。で最大のポイントはニコンが人気フォトグラファーやクリエイターとコラボしたプリセットっていうのをそのニコンイメージングクラウドというサービスから直接ダウンロードしてすぐにね使えるっていう点です。つまりねもう最初からそのプロの色味っていうのをこのカメラに取り込んで撮影することができるんですよ。これなら初心者の方でも難しいことを考えずに色味を選んで撮影するだけでインスタで見るようなおしゃれな写真や動画っていうのが本当簡単に撮れちゃいます。でもちろん自分だけのオリジナルの色味っていうのを作り込むことも可能なんですけど、その場合は NX Studio っていうパソコンのねソフトを使ってその色味っていうのをカスタマイズします。やっぱり自分のオリジナルの色味、世界観で撮影できるっていうのはこれもまたねすごく楽しいんですけど、ただそれは少しねステップアップした内容になっているので、また改めてねこのシリーズの別の回で詳しく解説していきたいなと思います。じゃあねその色味っていうのをこのカメラに取り込む方法を解説する前に、まずね対応しているカメラについてなんですけど、現時点で対応しているのは Z5-Z6-3、ZF、Z8、あと Z52 の計5機種になります。今後ねファームウェアアップデートなどで対象モデルが広がる可能性もあるんですけど、2025年の現時点で対応しているのはこの5機種のみとなります。じゃあここからは実際にニコンのイメージングクラウドを使って色味のレシピっていうのをこのカメラに取り込む方法を紹介していきたいなと思います。まずねお使いのパソコンやスマートフォンでニコンイメージングクラウドにアクセスします。アカウントをねもしお持ちでないという方はこの機会にねぜひ新規登録をしていただいて、すでにね持っている方はそのニコンイメージングクラウドにログインしてください。でログイン後初めて使う場合はカメラを接続するを選んで画面の指示に従ってカメラを登録します。で登録後ホーム画面からニコンイメージングレシピのページに移動して、ここのメニューからニコンのレシピを選んでください。でそうすると著名なねクリエイターさんが一覧で表示されていると思うので、気になる方をね選んでその方の公開されているプリセットっていうのをぜひチェックしてみてください。でレシピのページで保存レシピに追加っていうこのボタンを押すとアカウントにねそのレシピを保存することができます。でさらにね先ほどの一覧画面で下の方にスクロールすると作例写真から直接ねレシピを選んで登録することもできます。でそして保存したねレシピの中からカメラに登録したいものを選んでカメラに登録っていうのを実行します。この画面では実際にねカメラに反映されるレシピの並び順だったり、あとは削除なんかもすることができます。でここまで準備ができたらカメラを Wi-Fi に接続してピクチャーコントロールの設定からクラウドピクチャーコントロールを登録っていうのを押せば、それで同期が完了するので先ほど登録したレシピがこのカメラの中にね反映されてるはずです。これで憧れのねフォトグラファーさんの色味っていうのを自分のカメラでそのまま使えるようになります。
でもし Z5-2 とか Z52 をお持ちの方であれば、ここにピクチャーコントロールを直接呼び出すボタンがあるので、ここからね簡単にアクセスして色味を切り替えてもうパッパッと撮影することもできます。やっぱりねカメラを覗いてみた時にお気に入りの色味でプレビューしながら撮影できるっていうのはほんとねめちゃめちゃ大きいポイントで、例えばねいつも見慣れている自宅のリビングをこのカメラ越しに見てみてください。あれうちってねこんなに雰囲気良かったっけっていう風にね絶対感じると思います。じゃあ次にいくつかねこのフレキシブルカラーピクチャーコントロールを使って撮影する時のコツを紹介したいなと思うんですが、まず知っておいてほしいのはダウンロードしたレシピの色味っていうのは固定されているということ。どういうことかっていうと、例えば全体がねオレンジ色に転ぶ暖色系のレシピを使って暖色系の照明の下で撮影をすると、もう色味が掛け合わさってまるでね火星で撮った一枚みたいに本当ねとんでもない色になっちゃうと思います。ただそれはレシピが悪いんじゃなくて、レシピの特徴と撮影環境が合ってないだけなんですよ。なのでフレキシブルカラーピクチャーコントロールを使って撮影するときはとにかくいろんなバリエーションのレシピを登録しておいて、それぞれがどんなシーンに合うのかっていうのを理解しておくことが結構大事です。それが明るい日中にマッチするのか、暗めの室内にマッチするのか、背景は緑が多い公園で使う方がいいのか、青空とか海などね背景にブルーが多い場面で使うのがいいのか、得意なシーンっていうのはレシピごとに違うので、とにかくたくさん登録しておいて、もし今目の前の風景とマッチしないなっていうレシピであっても別のロケーションで試すとすごくね雰囲気が良くなるっていうことも全然あるので、いろいろね試しながらそれぞれのレシピの特徴をぜひね掴んで活用してみてほしいなと思います。そしてカメラの設定を調整してレシピにね合わせるっていうことも結構大事で、露出を変えたりホワイトバランスを少し調整するだけでそのレシピ本来の良さっていうのが引き出せると思います。でもしね仮に登録してるレシピが、どれもピンとこないなっていう場合は、特にホワイトバランスは色味に大きく影響するので、デフォルトではね多分オートになってると思うんですけど、ぜひね他の設定との組み合わせっていうのも試してほしいなと思います。じゃあ次にねレシピを選ぶときに、おしゃれっぽいとか味があるといった感覚頼りで選ぶんじゃなくて、今目の前の景色がこうだからこういうレシピが合いそうだなっていうことが分かると、もっとねフレキシブルカラーピクチャーコントロールを活用できるんじゃないかなというふうに思うので、写真や動画の色味を決定するその大事なポイントっていうのをいくつかね紹介したいなと思います。まず色味の方向性っていうのは大きく分けると、温かみのある柔らかいね雰囲気を演出できる暖色系の色味と、クールで落ち着いた雰囲気となる寒色系の色味の2パターンがあります。目の前の景色をどっちの方向に持っていきたいか、どう演出したいかで判断してこの方向性っていうのを決めるんですけど、人物を主題として撮影する上で最も大事なのがそのスキントーン、肌の色になります。暖色系に振って肌の色が茹で上がったかのように真っ赤になるのは NG だし、逆に寒色系に振ったことによってもう青白くねお化けみたいになっちゃうっていうのもこれもやっぱり当然 NG です。例えばこのね2枚の写真は暖色系寒色系それぞれにね調整したものになるんですけど、結構ね雰囲気は違うんですけど、肌の色に関してはね実はそこまで極端な差はこれないんですよ。人はね人物の肌の色がやっぱり少しでも不自然に見えてしまうと強烈な違和感を覚えてしまうので、どちらの方向に持っていくにせよあくまでこの雰囲気を決定するのは人物の肌じゃなくてそれ以外の色味であって、その全体の色味の中で肌の色が違和感のないレシピっていうのを選ぶのが非常に重要になります。そしてもう一つ大事なのがどちらの方向に持っていくとより主題が際立つかっていうことです。例えば先ほどのね2枚の写真、これ人物がより際立っているのはどちらかっていう風に問いかけると、多分多くの人はこっちの寒色系に調整された方を指すと思うんですけど、それは人物の肌の色と背景の色が大きく異なってるからで、背景の空の色がブルーに寄ってると思うんですけど、肌の色や髪の毛あとは帽子などはまだねこれ暖色系にやっぱ寄ってるんですよ。でこっちの背景がイエローに寄っている方は、肌の色や帽子の色と、かなりねその背景の色が近いので、やっぱりどうしても人物が背景に溶け込みがちです。
決してそれがね悪いっていうわけじゃないんですけど、被写体を目立たせたいっていう場合にはやっぱり背景と主題の色をできるだけ遠ざけた方がいいっていうことを一つ頭に入れておくと、これもまたレシピを選ぶ一つの基準になるかなと思います。じゃあ最後に今回僕もねオリジナルのレシピを作成したので、その作例をちょっと皆さんにねご覧いただきながら今回の動画を締めていきたいなと思うんですけど、今回ね僕が作ったレシピっていうのは暖色と寒色どちらかこう一方に寄せたものではなくて、どちらも取り込むようなスタイルになっていて、さらに全体的にねこうハイライトやシャドウの階調を滑らかにしたちょっとこうフィルムライクを意識した雰囲気のものになります。でこれはね先日お盆でねリコさんのこうおじいちゃんの家に行った時の写真なんですけど、やっぱりねこの昭和感あふれるレトロな雰囲気が今回作成したね僕のレシピとの相性が結構良かったんじゃないかなっていうふうに個人的には感じてます。でこのレシピはシャドウ部分を少しティール側に、そして中間色をイエロー側に寄せてあります。暖色と寒色、どちらか一方に寄せるんじゃなくて、こうしてどちらもこう取り込むっていう方法もあって、正反対の色がこう1枚の写真の中に共存しているっていうのは人の目を引くにはすごく効果的で、視覚的なやっぱりこうインパクトがね元の写真よりもだいぶ増してるんじゃないかなと思います。フレキシブルカラーピクチャーコントロールは撮った写真を後からねパソコンでこう作品に仕上げるっていうんじゃなくて、カメラを覗き込んだ瞬間からすでにねこう作品として色味が成立している風景っていうのをこうシャッターでね切り取っていくっていう感覚なので、すごくねこうスナップ撮影っていうのがはかどります。そしてね、今ご覧いただいているこの作例で使用している僕のレシピなんですけど、今回はね動画を見てくれた皆さんに特別にプレゼントしたいと思いますので、ぜひ概要欄のリンクの方からねチェックしてみてほしいなと思います。このレシピはニコンさんから配布されている公式なレシピではないので、ニコンイメージングクラウド経由ではなくてねダウンロードしたファイルを SD カードに保存してカメラに登録する形となります。ぜひねこのレシピを使用して撮影した写真を SNS に投稿する際には感想を交えてねちょっと僕にメンションも飛ばしてもらえればすごい嬉しいなと思います。はい、ということで今回はですねこのフレキシブルカラーピクチャーコントロールを使った色味の選び方やコツについて紹介しました。難しくね考えなくてもまずは気になるレシピを試してみるだけで写真や動画の仕上がりっていうのは本当ガラッと変わると思うので、ぜひね身近なワンシーンで試してみてほしいなと思います。きっとねいつもの風景がちょっとこう特別に見えてくるんじゃないかなと思います。はい、それではね本日の動画は以上となります。参考になったという方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ピース。